どうもクーピーチャンネルです。今日は仕事帰り車中泊行ってきます。いやー、めちゃくちゃ暑いですね。連日35度以上の猛暑日です。しかも今日はなんと今年一番暑い日になるようです。そんな暑い日に試したいことがあります。超大容量のポータブルバッテリーとポータブルクーラーで熱帯夜快適に過ごせるのか、 DIY で新しいシステムを試します。自分が作りたいエアコンシステムが真夏日に外部電源なし、長時間作動、簡単に取り外し可能なクーラーシステムです。せっかくのキャンピングカーです。気軽にどこでも車中泊したいです。今までいろんなポータブルクーラー試してきました。そこで車内で長時間冷える大事なポイントが冷房能力、消費電力、排気ダクトシステムでした。冷房能力は 800W くらい必要。消費電力は少ない方がいい。できれば 200W 以下。排気ダクトシステムは1本ではなく吸気用と2本必要。排気ダクト1本のポータブルクーラーは車内全体を冷やすことができません。理由は端的に言うと、外の暖かい空気が車内に入ってきてしまうためです。また設置するときに詳しく説明します。この3点、理想に一番近いのがクレクール3です。ただ問題がクレクール3排気ダクト1本しかないんですね。もう1本外気吸気用ダクトを自作する必要があります。このダクトの DIY かなり悩みました。去年はカーテンで車内を2つに区切り、クレクール3の半分を外に出している状態、2ルームシステムで成功しました。今年はさらにバージョンアップして気密性も高めた方法で試します。この方法ならキャンピングカーでなく普通の車でも応用できると思います。気密性を高めるの結構難しかったんですけど、読めのあるもので解決しました。あと一つ問題があります。電力ですね。クーラーの冷房能力が高くなってくると消費電力も上がります。クレクールは 350W 消費されます。このクラスの冷房能力からすると低い方の消費電力なんですが、ポータブルバッテリーでも大容量と呼ばれている 1000W クラスでも一晩持ちません。もっと容量の多いポータブル電源を待ち望んでいたところ、エコフローさんがやってくれました。今年すごいの出ました。エコフローデルタプロです。超大容量なんです。なんと容量 3600Wh、 2台拡張可能で 1800Wh になります。これ大きさもめっちゃ大きいんですが、軽キャになんとか入るサイズです。なんとですね、貸していただけることになりました。今回の車中泊はクレクール3とデルタプロを徹底的に検証します。熱帯夜30度の夜、どのぐらい冷えるのか、何時間使えるのか、そして騒音ですね。寝られる音量か、中もそうですが外も気になります。計測しますね。外部電源なしで長時間冷えたら防災にも役立ちますね。夏でも快適に車中泊できるのか、今回も最後までお付き合いよろしくお願いします。デルタプロかなり大きいです。インディ入り口そんなに広くないんで搬入大変でした。そして今日気温めちゃくちゃ高くて、サイクルキャリアの陰に温度計設置しました。もうとろけそうです。中に長時間いたら危険ですね。今から仕事ありますんで、終わったら車中泊したいと思います。デルタプロ容量 3600Wh ありますんで、クレクル3ですね。今日はこちらを動かしたいと思います。それでは行ってきます。それでは車内でセッティングしていきます。
うわ、すごい熱っ。車内もうめちゃくちゃ暑いです。これ中の温度計なんですけど、今車内 33.6 度ですね。インディ、ここですね、エンジンのマフラーですね、ここ通ってますんで、結構走行後はエンジンの熱とマフラーの熱で車内に熱気が上がってきます。なので結構暑くなります。ちょっと早めにセッティングしてお風呂行きたいと思います。今日はですね、デルタプロの上に同じエコグロのリーバー600持ってきました。エアコン以外全ての電源をこちらで使います。でリーバー600、今なんですけど、この DC で冷蔵庫をつないでます。40ワットぐらいですかね。出力あります。冷蔵庫こちらですね。途中スーパーで帰りいろいろ買ってきました。ビールとかですね、おつまみ買ってきました。後で宴したいと思います。クレクール3はもうデルタプロだけ使います。実際にどのぐらい持つのか検証したいと思います。いやー楽しみですね。これ今バッテリーは 100% ですね、あります。クレクール3セッティングする位置なんですけど、去年は助手席の窓から排気ダクトを通して、クレクール3は助手席の後ろですね、こっち側向けてセッティングしました。今回はこちらの後ろの窓ですね、こちらにクレクール3をセッティングしたいと思います。いろいろ加工を考えました。もう休みの日はずっとこればっかし考えてました。もうね、アホでしょ。それではセッティングしていきます。後ろの窓なんですけど、プラダンを加工しました。でこれ取り付けて、こっちが吸気ダクトですね、外から空気取れます。でこっち排気ダクト。今回はこの養生テープで取り付けています。今日は仮なんで、うまくいったらまた今度マグネットとかでちゃんと作りたいと思います。こんな感じで取り付け完了しました。養生テープなんで簡単なんですけど、空気は漏れてないと思います。そしてこれは野球のボールなんですけど、ここに詰めてます。これ100均で売ってたやつなんですけど、これね結構ポップアップが走ってたら垂れてくるんで、これ入れたらいい感じで落ちなくなりました。あ、やっちゃいました。これシェード閉めたまま取り付けてしまいました。これいけるかな。あ、引っかかった。いけました。いけますね。あ、開いた。よかった。これ手もね、こうやって入るんで窓開けれます。それではクレクール3本体取り付けていきます。こちら正面が冷風が出ます。そして冷風の横ですね、こっち側が冷風用の吸い込み口になります。こっちから空気が入って引き出されて出る感じになります。そして反対側ですね、こっち側が熱風用の吸い込み口になります。こっから空気吸って、後ろですね、こっからダクトつなげて熱風が出ます。で今回は熱風用の吸い込み口と排気ダクトですね、こちらを外から取ります。で右の方が熱風の吸い込み口になります。で左が排気ダクトですね。でこれそのまま窓にも突っ込みたいと思います。ここですね、この台の上に乗せたらちょうどいい高さになりましたんで、乗してダクトをそのまま突っ込みます。でこちらが熱風吸い込み口ですね、窓から直接吸い込むために加工しました。
こんな感じで取り付けました。もう隙間なくしっかり空気吸ってくれると思います。それでは設置していきます。排気ダクトも取り付けていきます。これは反対に時計回りですね、回すだけです。それではあとはこの排気ダクトを外に出していきます。穴がちょうど作っちゃうとすごい入れにくいんで大きめに作ってます。で問題になるのがこう入れちゃうと隙間なんですね。こうできてしまいます。で考えました。ここですごい重要なアイテムが出てきます。これを隙間なく埋める方法がこの嫁のヘアバンドです。これ巻いたら綺麗に密封されました。ちょっとやっていきます。ヘアバンドをここに押し込んでいきます。そうすると簡単に穴が塞がれます。完全に閉まりました。吸い込み口ですね。こちらもヘアバンドこうやって押し込んでいきます。これで吸気ダクトと排気ダクトですね、外気入らなくなってます。嫁のヘアバンドのやり方は100均で売ってますんで、地味な枝とかもありますんでかなりおすすめです。こちらですね、冷風出口になります。このままだと壁にずっと当たってますんで、この純正の商品で向きをこっち側に向けます。これで取り付けます。こんな感じで完成しました。こちらから冷風が出て、こちら正面ですね、こちらが冷風用の吸い込み口になります。車内の空気吸って車内に空気が出てきます。こちら本体の後ろ排熱ダクトですね。こっちから熱風が出ます。そして熱風排熱ダクト用の吸い込み口が後ろですね。ここ直接外に出してます。外から空気が入ってここから排熱が出ます。外の空気が循環している感じになります。中の空気が循環、外の空気が循環しているんで外から空気が入ってきません。熱風の吸い込み口ですね。これを車内から取ってしまうと冷えるのは冷えるんですけど、空気吸い込んだ分ですね、どっか車外から温風が入ってきます。なので冷えはあまり良くないです。これが最高に効率のいいエアコンの冷やし方です。早速もうめっちゃ暑いんで電源つけていきます。車内の温度なんですけど、なんと34度、ちょっとさっきより上がっちゃいました。冷蔵庫ですね、結構熱くなってますんで、こういった熱も原因で車内上がってると思います。それではデルタプロ電源つけて AC オンですね、さしていきます。一番低い17度ですね。これはオートでいってきます。消費電力が 38W ですね。コンプレッサー前出したら 300W 以上になります。今回なんですけど、この運転席とこの後ろの仕切りカーテンですね、これはもう開けたままでやってみたいと思います。こっち閉めた方が空間狭くなって冷えやすいんですけど、一度全開の状態で試してみます。コンプレッサー回り出しました。 334W ですね。今回はこれ 50Hz で動いてます。これ 60Hz にしたらもうちょっと消費電力も上がって冷房能力上がります。今回は一度低い方ですね、 50Hz で確かめてみます。そして冷えなかったら後で 60Hz に上げてみます。温度計なんですけど、この冷風出口ですね、こちらの前、助手席の後ろに温度計1、そしてこの反対側ですね、一番冷えにくいところに温度計2置いておきます。そしてもう1個は車外に設置して外気温との差を調べます。クレックルつけてまだ5分ぐらいなんですけど、もうさっき34度だったんですけど 33.2 度、もう 0.8 度下がってます。これは期待できそうですね。中の温度測っておきます。冷風ですね、25度ですね。この奥の方もっと冷たいかなと思います。でこの排気ダクトですね、こちらが 36.7 度ですね。これ結構温度上がってくると思いますんで、これが車内の熱源になってしまってエアコンの妨げになりますんで、こちらも断熱シートですね、100均のやつ買ってきましたんで巻いておきます。排熱ダクトの断熱完了しました。こんな感じで銀の面ですね、それを最後こちらに向けました。これ本来だったらこっち側を中に入れた方が熱が跳ね返って外には出にくいと思います。何重かしてますんで、一番内側はこの銀を中に入れてます。で2重目は銀を外側にしました。これはサムネが目立つかなと思って外側を銀にしました。特に意味はないです。これ一番後ろの窓ですね。こっち側が熱風の吸い込み口です。でこっち側が排熱ダクトになってます。空気ここから吸い込んでます。だから雨降ってもアクリルの窓があるんで大丈夫だと思います。こっちが排熱ダクトなんですけど、こんな感じで外側に向けてます。
なので吸い込み口からこの熱が入ることはないと思います。音はそんなに気にならないと思います。一応ですね、アプリで騒音を調べていきます。これ排気ダクトから大体30センチぐらいですね。57デシベルですね。これだったら大丈夫だと思います。次、車内の音ですね。ある程度しますので、こちらも騒音を測っておきます。30センチか40センチ離れてるぐらいですね。63デシベルですね。やっぱある程度音はするんですけど、かなり抑えられてる方だと思います。多分自分自身も今日これで眠れると思うんですけど、一度寝れるか検証したいと思います。温度計なんですけど、車体の外に設置しておきます。こっち朝日当たらないんで、朝も日陰だと思います。お風呂入ってきました。ちゃんとついてますね。動いてます。後ろのこの排気ダクト、ここの温度測っています。結構熱い風出てます。55度ぐらいの熱風が出てます。いやー、めっちゃくちゃ涼しいです。びっくりしました。このシステム最強かもしれません。約1時間経ちました。バッテリー残量が 87% になりました。消費電力は 350W です。そして温度なんですけど、このクレクール3から直接風が当たる位置ですね。ここの温度計がすごい 22.9 度、めっちゃ冷えてます。もう一つの温度計ですね。反対側テーブルの上に置いてるのが27度、そして外気温が 29.4 度ですね。もうここは外気温から比べてもマイナス7度ですね。すごいですね。冷風出口の温度も測ってきます。かなり冷えてますね。 15.5 度ですね。車内の排熱ダクトですね。ここの温度測っていきます。 25.5 度。かなり断熱できてますね。これはすごい効果です。ちょっとここめくって直接だったら何度か測ってみます。 38.2 度ですね。やっぱかなり断熱されてます。断熱なかったらこのダクト38度のものがちょっと車内にありますんで、やっぱり冷房能力は落ちると思います。ちょっと手間なんですけど、やった方が冷房能力は確実に上がりますね。テーブルの上がそこまで冷えてないんで、ちょっと空気循環させた方がいいかもしれないですね。この温度計、今27度だった温度計です。こっちがクレクールの風がわーっていって、向こうからこうまだ回ってきてないんで、扇風機向こうから回してみます。助手席らへんですね。この上に扇風機つけます。点検つけます。かなりきます。風来てますね、前から。これでこっから出た風が前に行って助手席の上の扇風機に当たってこう来て部屋循環してくれると思います。ではまた後で温度チェックしてみたいと思います。かなり今冷えてますんで、設定温度17度から20度に上げていきます。風量はオートです。さあ、それではようやくビール飲みます。いただきます。椅子の下に冷蔵庫仕込んどきました。なんとですね、グラスも冷やしてきました。今日はハイネケン買ってきました。最初の一杯だけグラスでいただきます。それではいただきます。この風呂上がりのハイネケン最強です。扇風機回して20分ぐらい経ったんですけど、温度下がりましたね。テーブルの方が 25.5 度なんで、さっき27度だったんで 1.5 度下がりました。
でここの冷風前もクレークール3の温度を上げたにもかかわらず 22.6 度、少し下がってます。やっぱり空気循環させると全体的に温度が下がるようです。美味しそう。この肉厚いただきます。